キングオブコントの決勝の魚のネタ、俺あれ見てぎっくり腰になったんですよ。右肩の三角筋の全部繊維と後部繊維俺はお前のチャクラを解放する7万無理、急に5万とか、こいつやってるわみたいな、回せみたいな、回せってなって。Welcome to リンヤチャンネル、中村リンヤチャンネルの時間がやってまいりました。今日は100の質問の続き、31問目から決めます。理想のデートは、これは自分の好きな場所に好きな人とこういるっていうのが理想だと思うんで、1日デートってなったら都内から車で1時間ぐらいの葉山だったり海辺だったり山の方に行って、その辺のカフェ行ったり神社行ったり、山だったら山登るし、海だったら海、入る、時期関係なく僕入るんで、彼女入れない場合は見てもらったりとか。今やりたいことはフロリダのディズニーランドに行きたい。ディズニーワールド4つぐらいテーマパークあるんですよ。あそこ仲間とどんちゃん騒ぎしたい。ディズニーはもう超好きです。小6ぐらいからドハマりしちゃって、いつも友達と行ったら結構案内してくれる。トイレここそんなことまでやってるから。もしペットを飼うならどんな動物？フクロウ飼いたい。フクロウ良くないですか？ワンちゃんも飼ったし、猫も今いるし、実家にフクロウとか飼ってみたいです。どんな雰囲気出してんだろう。ただそれだけだけど。何月が好き？ 11 月かな。冷えてきたけど寒すぎず、空気冷たいなみたいな感覚は好きっすね。空気がギュッと詰まってる感じ、一吸いでいっぱい入ってくる感じ、この全細胞。最近笑ったことはキングオブコントの決勝の魚のネタ、あれやばかったっす。マジ10分ぐらいつぼっちゃって、絶対見た方がいい。あれ見たっすか？見てないの？誰も見てないの？やば。俺あれ見てぎっくり腰になったんですよ。そうっすよ。はい、ちょっと前兆は来てたっすけど、あれでつぼって笑いすぎて、途中からあれやばいと思ったけど笑い止まらずみたいになってて、であーっつって立ってつって情緒やばかったっす。あのネタ見てからしばらく。何か資格を持ってるないって強いて言うなら、中学の時取った英検準2それだけ。はい、自分の性格を一言で表すと適当。はい、理想の休日の過ごし方は、デートの過ごし方とかぶるっすけど、好きな場所に好きなメンバーでいるっていうことなんで、海とか山に友達とかと仲いい仲間と喋ったりカフェ行ったり、そこでその日しか生まれない会話をしてるのが好きっすね。はい、リラックスしたい時には何をする？今だったら仲間とやっぱサウナ行くのもそうですね。やっぱ騒いじゃうから、プライベートサウナこの間借りてみて行ったんですけど、やっぱいいっすね。そういうとこでサウナとか今もう騒げないっていうか、みんな整いに行くから。でもそん中整いつつも「おいおい」とか始まるから、なんかちょっとしたことで「お前その呼吸やってんだろ」みたいな、なんかもうほんと何でもないところから始まるから、そういう場所が必然的に山になったり海の方になったり、誰かの地になるとやっぱちょっと窮屈で、みんな多動症だから一つの場所に入れないしっていう、フラフラしながら仲間とコーヒー飲んだりしてる時間が多分リラックスですね。今までで一番面白かった本はヒクソンの自伝はめっちゃ面白かったですね。ちっちゃい時見てた格闘技のバーリトゥードジャパンのこととか、自分がちっちゃい時見てた舞台の裏話とかも入ってるし、そこにヒクソンの大事にしてる日本の精神みたいなのもこう入ってて、自分が好きな要素の話がこうストーリーでガンガン入ってたから面白かった。はい、どんな部屋に住んでる？超シンプルっす。マジでシンプル。もうソファーとテレビないんで、スクリーン壁に映すやつ、本当にあれしかないです。 1L。 テレビは見ない？テレビつけないですね。それよりも YouTube、Netflix、Unext、
アベマとかのバラエティ見てるって感じ。はい、今までで一番怖かった経験は、いやなんだろうな、いや怖かった試合とかなんのかな。やっぱでもそういう意味で一番追い込まれてたパウンドストームの替えたの戦前、練習ができないのに試合がどんどんこう近づいてくる。あれはめっちゃ怖かったですね。でどうしたらいいか分かんないみたいな、コンディションもどんどん崩れてく、あどうしよう、俺どうなんのみたいな、怖かったですね。はい、行ってみたい国とその理由は、エジプト行ってピラミッド見てみたい。理由ピラミッド見てみたい。はい、ピラミッドは昔から興味ある？いや特に昔からないんだけど、古代の人が作ったものの迫力みたいなのちょっと感じてみたいです。どんな音楽が好き？ジャンル的に聴くのが多いのはやっぱヒップホップなんですかね。はい、結構どっちも聴きます。歌詞に食らいたい、どうせなら日本語の聴くならってなったら、なんかすごいやっぱそういうの直接的に詰めてるヒップホップ。例えばどういうラッパー？僕が好きな一番最初入ったのは慎吾西成さん、アーセンからのおすすめで、高校か中学か忘れたけど、このアルバム聴きなみたいな、そっから好きっすね。大切にしている言葉は、過去は変えられる、でも未来は変えられないっていう言葉ですかね。みんな逆を言うんですよ。過去は変えられないけど未来は変えられる。逆だと思ってて、過去は変えられるんですよ。これもなんとなく分かんないですか？自分の行動で過去は変えられるってことですよね。すごい辛かったことも自分の行動次第ではすっげえいい思い出になるわけじゃないですか。っていう意味での変えられるっていうことと、未来は変えられないって思っとけば今をすごい大事にする、大事にしようっていう気持ちに戻れるんで、とりあえず今をこう一生懸命生きるっていうことにつながると思うんですよね。今欲しいものは右肩の三角筋の全部繊維と後部繊維肩の怪我してからそこの発達がすっげえ弱いから、そこに血が欲しいこことここにもうちょい。人生で一番感動したことは、本当ありすぎて難しい。ずっと更新してるような気もするし、でもやっぱ格闘技になるな。やっぱアーセンの復活、試合出てない期間に俺トレーナーもいいと思うとか、やめそうになってる言葉もいっぱい聞いてきたんで、彼と一緒にこう頑張って復活したのを今年見た時はもうめっちゃ感動したっすね。はい、今まで一番面白かった映画は、これいっぱいあるな。やばいな、これいっぱいあるな。結構映画も好きで超見るんで。いやでも初めて見た時のバタフライエフェクトは結構忘れらんないかも。高校の時だったけど、例えばあれはバタフライエフェクトってブラジルで一匹の蝶が羽ばたくと日本で竜巻になるっていうことの、ああいうのをちっちゃいことの出来事の掛け違いですっごい大きなことになっていくっていうのを描く映画なんですけど、その選択がすごい大事だなと思う。すごいなんかいい映画、楽しかった。映画好き？めっちゃ好きっすね。結構あるね。ある。でもなんか趣味は何って言われたら多分いろいろ好きだから何なんだろうってなっちゃう気がします。人生の中でヒーローは誰？アントニオ・ホドリゴ・ノゲーラです。話したっけ？ノゲーラについて話したっすよね。もうヒーローっすね。今まで一番ラッキーだった出来事は、試合のストーリーの話にも出てくるんですけど、ここに放火試験で腕がパンパンでもう全然調整できない中、はぁっつって迎えた試合で野尻選手が開始と同時に飛び膝当てようとして走ってきてくれたことです。だって僕直前で高谷さんとそのシミュレーションしてるんですよ。本当に来たドン、はっ終わった、ラッキーだった、よかったみたいな危ねえみたいなそんなこと試合であっちゃいけないですけど、過去だからいいんですけど。想定通りの現実が想定なんかしてないけど、高谷さんが直前で来るかもしれねえからなっつって直前で何回もやってた動きがいきなり来るから、もうみたいな超ラッキーだなと思いました。
自分の好きなところはどこ、足を止めないところですかね。何かをやろうとして止まったことがないかな。ずっと動いてますね。自分の嫌いなところはどこ、ないっすね。絶対否定しないって自分は決めてるんで。ただこのムカつく脳の癖とかはありますけど、それ自分とは思ってないんで、脳にお前またサーボろうとしてんな、これお前だぞ、分かってんぞお前、おいってそいつをいかに飼いならしていくかみたいな、それは自分の嫌いなところにはならないですね。愛を持って接してますから。そういうチャンネルですよ。そういうチャンネルですから。やめて。どんな父親だったかって話になるんですけど、ずっとちっちゃい時からうちに来てるりょうくんっていうんですか、りょうに聞いたら誰にでもフラットに話すみたいな。それ聞いてめっちゃ確かにと思ったんですね。いろんな人が多分そういったこと言ってくれてる気がしますね。当時はなんか大変だったけど、そうかみたいな感じで悩みを聞いて、なんかできる範囲ではガンガン助けるみたいな。そうですね。はい。家ではそんな話したりとか、なんか結構自分からガンガン喋るタイプとかではないですよ。全然好きなことをずっとしてる。はい。麻雀行ったり、囲碁ずっとこうやって見てたりとか、映画とか時代劇ずっと見たりとかしてましたね。いや全く、はい、怒られたことなんか1回軽くぐらい、2回ぐらいかな。グアム旅行で朝からはしゃいでてうるさくて、もうちょい静かにしろっつって怒られた。小3の時ちょっと連絡せず8時過ぎまで遊んでて、帰ってきた時に「ちゃんとしろ」あとはもう頑張れよ。レスリングの試合とかも応援1回も来たことなかったですけどね。オリンピック出たら行くかな、それ絶対行かねえじゃんみたいな。どんな母親、超エネルギーにあふれてる母親。年いったら多分怒られるけど62とかでまだバレリーナなんで、ずっと毎週週3ぐらいは朝からバレエ踊りに行ってますね。現役っていう言い方だとあれかもしれないですけど、発表会には出たりとか、はい、朝からクラシック流してで永遠となんか掃除してます。ちゃんとしなさいが口癖。ちゃんとって何なのってなるぐらいちゃんとしなさいがちゃんとしてるわっつってちゃんとしなんだよそれ。いつか買いたい車はいやないんだよな。車とか全然分かんなくて、でもいずれ乗る車はなんか中はいい感じにしたいなとかあるんですけど、でかいの買っちゃうと俺もうガコガコ当てながら乗っちゃうような気がするから、割とちっちゃいやつでいいかな。占いは信じる信じない、これはもう人に完全によりますね。占い師の方の見方とかいろいろあるじゃないですか。あとは周りの人のストーリーとか聞いて、やっぱやばい人は本当にやばいし、娯楽としてある占いもあるし、でも基本信じるっすけど、一番欲しいのは何力？引力。引力。そうっすね。引力はあれかもしれない、ふざけすぎかもしれないです。じゃあそう言われる。ちゃんとしなさい。だから言われる。引力あれば楽だなと思いますよね。だって欲しいものがだって来るわけじゃないですか。冗談も半分ありつつ、引力をつけるために努力してますからね。毎日のルーティンはみんながやっている、その歯磨きとか一回置いといて、自分がやってるストレッチのルーティンと呼吸のワークのルーティン、あとは神棚に挨拶をするとか、はい、毎朝、はい、あ
とはグルタミンを飲む。そうそうアミノ酸素ちょっと風邪予防、はい、免疫力強化とか、はい、基本的に体調を整えて毎日の始まりを同じ状態にしたいんで、なるべくそこに持っていくためにいろんなルーティンはありますね。夜はないですね、特に。今までで後悔した買い物は1年前ぐらいにアブダビ行った時にモスク行ったんですよ。すごいイスラム教の大きな寺院、そこにやっぱ観光スポットなんでこうショッピングモールみたいになってて、隣の地下がそこでわーっていろいろ見てたら石屋さんがあって、なんかアブダビの中東の方ってなんかいいパワーストーンみたいなのありそうだなと思って石屋入って、パワーストーンパワーストーンって言ったら、まあこの石すごいぞ、鏡見て胸に当ててみろ、パワー感じるだろ、それ信じて感じる感じる。これいくら？これはお前のチャクラを解放するみたいな。あ、すごいね。7万って。こいつやってねえか、もしかして。めっちゃちっちゃかったんですよ。大丈夫こいつやってねえかって言っても7万も今その時カード切れないから無理って言ったら急に5万とかになって、こいつやってるわみたいになって、でもう帰りたいと思ったけど、もうちょっとなんかもうその時3人ぐらいに囲まれちゃってやばいってなって、でアーセンも近くにいなくて「おいアーセンどこだよ」っつって、ショッピングモール広いからちょっとだけ自由時間にしようって、1時間ぐらい離れた瞬間にその出来事起こっちゃって、アーセンもいない、どうしようみたいな。結局3万、もうやだやだやだみたいな、買わないみたいな言ってたのに、そしたら一人が「俺の母ちゃんがんでな助けてくれよ」みたいな何この状況みたいな、もう汗みたいな、汗ってなってつって、でも3万で切っちゃってで集合した時に「リア何買った?」って聞いて、汗3万でこの石買っちゃったやつアーセンそういうのにすっごい厳しい。今から俺取り返してくるよっつって、おいやってくるやってくる、ドイツだドイツだみたいな、もういいよもういいよもういいよっつって、リアお疲れみたいな買った石2本持って帰って1週間で割れたっす何もしてない。車に乗ってたら降りた時にも割れてて、何これみたいなっていうのが今までで一番後悔した買い物。はい、でも学んだんで過去は変えられるから、はい、あれ学びのお金、はい、もう絶対そんなことしない、はい、これでとりあえずじゃあ60問目終わりということで、はい、また次の動画に持ち越しとなります。最後まで見てくださってありがとうございました。チャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。回りました。いつでも大丈夫です。Welcome to リンヤチャンネル。ようこそ、リンヤマンチャンネルへ。リンヤマンチャンネルじゃなかったでしょ。違うだってリンヤチャンネル、Welcome to リンヤチャンネルって言ってて、リンヤマンチャンネル。